はい、始まりました。今回は大人気シリーズのはい、めちゃくちゃ再生数いってます本当に大人気だったと。結構人気ですよね。今日はオルゾフ編をやっていくということになりました。はい。今日は僕ではなくて担当が違いますんでティームさんにお願いしたいんですが、これはね、やっぱり人によって得手不得手がありますのでね。ありますからね、はいこれからオルゾフの統率者を始めようと思っている人におすすめの統率者4選になります。4体です、今回も4体です。はい、4体です。はい。むしろ3体とは何だったのかっていうね。まあそういう時もありますよそういう時もあります。でお願いします。はい。はい、オルゾフの統率者の1体目。はい、1体目、はい。としておすすめしたいカードなんですけれども、はい。これは土定番と土定番、はい。いう形にはなりますが、はい。テイサ・カルロフはいはいはいになります。はい。最近ちょっと殺されてましたが、そうみたいですねはい、はい、能力説明させていただきますと、はい、こいつはオルゾフと不特定の2の4マナ、はい、でクリーチャーの死亡によりあなたがコントロールしているパーマネントの誘発能力が1回誘発するなら、はい、その能力は追加でもう1回誘発しますよとなるほど、はい、いう能力です、はい、忘れがちなんですが、こいつはコントロールしているクリーチャートークンは警戒とハンコを持ちます。本当だそんなこと書いてあるんだこの効果結構忘れます上の能力がほぼメインなのではい、ピグが2倍だということですよね。そうですね。はい、はい、でピグが2倍なので、はい、当然そこの部分を生かした構築をしていくというような形にはなりますので、はい、どんなカードが入ってくるのかというところになるんですけれども、はい、例えば、はい、残酷な祝賀者、はい、こいつはあなたがコントロールしている他のクリーチャーが死亡すると1点ライフを対戦相手で失わせて1点ライフ得るっていうやつなんですが、こういうカード、はい、たくさんありますよね。ありますよね。はい。そういうのをたくさん入れると。はい、なるほどなるほど。死亡誘発ですからね。そうですね。それが倍になって2点になると。確かに。はいはい。で他にもですね、死亡した時にクリーチャーを生むというタイプのカード。はい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 。こういうのも結構あるんですね。例えばどんなのがありますかって話になるんですが、裏モグの手先。はい。これは裏モグの手先本人か、あなたがコントロールしている他のトークンでないクリーチャーが死んだ時に、エルドラージ落とし後クリーチャートークンが出るっていうタイプのカードなんですけれども、こういった形でトークンでないクリーチャーが死亡した時にトークンが出るっていうカードも結構あります。なるほどなるほど。どういうことが起きるかというと、クリーチャーが死亡するとトークンが2体出てきますと。なるほど。結果的にね、追加で発生するから。で1体死亡すると2点与えてますと。なるほど。で2体になったんで2体死亡すると4点与えますと。なるほどなるほどなるほど。いうような動きになっていくんですね。なるほどなるほどなるほど。はい。なのでこういうカードが複数体あると、その点数だけで相手を倒せると。なるほどなるほどなるほど。いうようなデッキになります。結構なんかもう一回対戦したことあるんですけど、はい、どれぐらい入るのかな分かんないなみたいな場面になってますよね。なりますよね。これ計算困難で結構今死んでる死んでないみたいになりますよね。なりますなりますよ。なんで結構ギリギリ死んでるとか死んでないとかあるから結構面白いですよね。面白いですね。なので当然フィニッシャーとしてはサクリダイということになります。サクリダイがフィニッシャーですよね。はい。一応想像していただきたいんですが、何が、どんな感じが今後展望がありますかね。今後の展望としては、当然ですね、今言った2種類のカード、これがより良いカードが来れば入れ替わるということになりますし、確かに、それ以外でも単純に死亡誘発が増えるカードっていうのは、今のところ2体しかいません。なるほど。なので死亡誘発全般で一番強く使えるカードはもう今のところテイサ・カルロフだと言って過言ではないので、死亡誘発が増えてきた時にこいつに入れれるかどうか。とりあえず死亡誘発常にチェックと。常にチェックだし、今まで収録された死亡誘発全部チェックできるっていう死亡誘発で検索かければ、いっぱい出てきますからね。いっぱい出てきます。それが楽しめる点かもしれませんね。そうですね。はい。
では次2体目いきます。2体目ご紹介させていただきたいやつはですね、これはどうも海外で大人気の統率者みたいなんですが、白母バラエレンダになります。こいつもマナコストはオル族の2の4マナです。でハンコ持ってまして、11ではあるんですけれども、他のクリーチャーが1体死亡するたびに、こいつの上に11カウンターを1個置きます。他のなんで、対戦相手でも、自分のクリーチャーでも。なるほど、対戦相手でもいける。そうです。なるほど。なので想像よりはサイズ大きくなります。なりますね。でこいつが死亡した時、こいつのパワー分の数の11の吸血鬼クリーチャートークン、これはハンコ持ってるんですけど、なるほどをばらまくというようなクリーチャーになっています。なるほど。例えばどんなカードが？ばらまかれるトークン、結局吸血鬼なんで、意外と吸血鬼シナジーの方向も相性いいです。例えばどんなのが強力かというと、親切な吸血鬼っていうカード、これはこいつか他のクリーチャーが1体死亡するたびに、あなたがコントロールしている各吸血鬼の上にプラス1プラス1カウンターをそれぞれ1個置くと。なるほど。なのでこいつを使うと、もちろんエレンダに乗るプラス11カウンターの数が倍になりますし、エレンダによって生み出された吸血鬼トークンが並んでるのであれば、そいつらのサイズが全部上がるので、横から殴って勝つといった手段も取れるようになります。なるほど。これもうオルゾフの統率者なんで、サクリ台ってもうほぼ100入るんですけど、なるほどね。入りますよね。エレンダに関してはツランの石ヨーグモスがサクリ台としては相性が非常にいいです。みんな知ってるはずのヨーグモスですよね。なぜならばサクるクリーチャートークン大量に出てくるし、なるほど。マイナス11カウンターの置き先にも困らないということで、風刺コンボみたいな状態に実質なってます。確かになってますね。ということでおすすめなカードということになります。で新コンボとしてですね、フィニッシュ手段はご紹介させていただきたいんですけれども、英語の輪廻っていうカードありまして、初めて見ましたね。これ結構エレンダのデッキの場合は入ってるケース多いんですけれども、4マナのエンチャントで、これは自分の手札を公開してプレイするっていう謎のデメリット能力ついてるんですが、要はですね、クリーチャーが場からあなたの墓地に置かれたらそれを手札に戻すという効果ついてまして。なるほど。ということは、例えばバリスタを X イコール0で唱えると、即死んで、即戻ってくると。なるほど。なんか無限にバリスタが手札から戦場に行って墓地に行って、手札に戻ってきてを繰り返すことによって、エレンダが無限にパンプされると。なるほど。無限パンプ無限ループ、みたいなことができると。当然死亡誘発系あればそのまま勝てるんですけど、なくてもエレンダはムギムギになります。ムギムギになる。ムギムギ反抗ですよね。しかもほぼ無限ライフみたいな。そうですね。すごいですね。で想像しましょう。どんな感じになりますかね。こいつはですね、結構構築の幅が白黒の中では広い方でして、なぜかというとエレンダをですね、すごい強化してぶん投げるっていうプランも結構有効ですし、それの副産物としてエレンダが倒されたとしても大量の吸血鬼トークンが並ぶことになるので、その吸血鬼トークンで殴って勝つというプランも取れます。で一応吸血鬼なので、吸血鬼ベクトルのシナジーカードも結構使えるということで、比較的デッキの構築の幅が広い統率者ということになります。なるほど。じゃあ次行きましょうか。次はですね、ちょっと私たちの動画でもすでにご紹介させていただいた統率者にはなるんですが、大体いいから紹介してるわけですからね。そうなんですよね。ご紹介させていただきます。アーボーグのラダドラビックです。いいっすねこいつ。こいつもですね、同じマナコスト、オルゾフ2の合計4マナ、スタッツは33ですと。で警戒で5歩2がついてますと。5歩2偉い。これ5歩2が偉いんですよ。このマナコストで出てきて即除去されないですから、5歩2ついてると。確かに。で一応これもあなたがコントロールしていて、これでない全てのゾンビは警戒を持つという、持つんだ。忘れがちな能力がついています。なるほど。そこはどうでもよくて、メインの能力はあなたがコントロールしていて、これでない伝説のクリーチャー1体が死亡した時に、
伝説でないこととそれと他の色のタイプに加えて黒の22のゾンビであることを除いてそのクリーチャーのコピーであるトークン1つを生成するという、分かりにくい能力なんですけれども、簡単に言うと伝説が死んだら伝説じゃないコピーが1体出ますよってことですね。そうですね、はい、でこれ重要なポイントとしては、墓地にそいつは置かれてるということです。なるほど、はい、はい、どういうこと？死亡したやつは墓地にまだいるんで使い捨てではないということですね。なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、ここも覚えておいてほしいんですが、はい、じゃあどんなカードが入ってくるんですかっていう話なんですけれども、例えばですよ、当然伝説にシナジーがある統率者ということになりますので、伝説のクリーチャーを厳選して選んでいきます。白黒で特にマナが足りなくなりがちなんで、こいつが特に強いんですけど、堕落した小殺頭ロソ、めちゃくちゃこいつ強いですよね。こいつね使うとみんなびっくりすると思うんですけどあんま知られてない白黒結構強いカード。はい、プレイヤー1人が各ターンのうち自分の2つ目の呪文を唱えると1点失って宝物が出るというカードです。驚くほど宝物が出ます。なるほど。でマナを蓄えます。で他に紹介しておきたいやつはですね、イルミノールスゼラス。なんだいやウォーハンマーのカード。ウォーハンマー、はい、こいつはですねサクリ台です。これも白黒のデッキなんで、サクリ台100入ります。でこいつはですねタップ型の起動の型の、サクリ台になりますけど、これでないクリーチャー1体を生贄に捧げるとその生贄に捧げられたクリーチャーのマナ総量に等しい数の黒マナを加えます。おー、いいっすねいいっすね。なんとですね、ラタドラビックで使う場合はですね、サクられたやつは22になって戻ってくるんであまり関係ないという。なるほど、その質が小さくマナが生み出せます。確かに確かに、ということでおすすめです。一応勝ち手段はもうご紹介させていただくんですが、塔の長官ボロミアとの、ラタドラピック2枚コンボでございまして、ループするんですよね。ループします。でループする中で死亡誘発でなんかダメージ与えるようなカード、例えばこう割れのエラスみたいなカードですね、があるとそのまま無限ダメージになって勝つことができます。そういう統率です。で一応想像しましょうか。想像していただくと、こいつはもう伝説のクリーチャーですね。入るたびに強化されていきます。その未来はもう間違いないです。明るいですね。明るいです。ほぼその1点につきますが、結構強さ的にも結構強いですよね。そうですね。結構おすすめな統率者という形になります。で一応こいつは概要欄貼っときます。そっちを見てくださいという形になります。で最後にラスト1体。ラスト1体。今までの3体はですね、サクリ台入ってました。オルドフはほぼ100サクリ台必要なんですが、ちょっと変わり種としてですね、変わり種も言ってきたいですからね。言ってきたいんで、サクリ台使わないオルドフの統率者選んでみましたということです。幽霊議員カルロフです。こいつの能力ご説明させていただきます。こいつはオルドフ2マナです。2マナ、おすごい。今までのやつは4マナでしたが、2マナだと。こいつは2マナです。軽いです。でサイド22です。でこいつは、あなたがライフを得るたび、プラス11カウンターが2個置かれます。なるほど。で白黒の2マナで、こいつからカウンターを6個取り除くと、クリーチャー1体を追放できます。おお、なるほど。つまり楽しそうですね。つまりこいつはですね、ゴリゴリの殴りジェネラルでございます。なるほど。じゃあどんなカードがおすすめなのかっていうことになってくるんですが、こいつはライフを得るたびにプラス11カウンターが2個置かれますので、とにかくライフゲイン、小さい点数でいいんで、回数を回復できるカードっていうのがおすすめになります。なるほどなるほど。例えば魂の管理人のようなカードですね。クリーチャーが場に出ると1点ライフをゲインすると、出さないわけには基本的にはいかないんで、一周すればそれなりの回数、ライフゲインできてると思います。そうすると火力のサイズはおそらく10以上にはなってくると思います。で他に面白カード、ちょっとワクワクしてきちゃったんですけど、とにかくですね回数稼げりゃいいんですよ。なるほど、ライフを得るね、回数を。でゼロマナのちょっとマナアクセスでズーランオーブっていうカードありまして、なんだこれ、初めて見た。ご存知ないですか？ご存知ないですね。ゼロマナのアーティファクトなんですけど、なんと土地を1つサクるとですね2点ライフゲインできるという。やばいカードだ。そんなカードあるんだ。
はい、はい、なので、マックスではですよ、はい、自分が出している土地の数分の回数のライフゲインできますので、なるほど、はいはいはい、統率者ダメージ決めるときに、はいはいはい、足りる分だけ土地をちょっとサクっていただいて、とどめを刺すというカードにはなります。はい、フィニッシュカードっていう位置づけにはもちろんなるんですけれども、はいはい、ただ幽霊銀カルロフですね、回避能力持ってないんですよ。なので通んない場合もあると。通んない場合もあります。はい、で通すために、はい、必要なカード、はい、いろいろありますけれども、相性的にはこれが一番かなと思ってまして、影ありですね。影ありですね。なるほど。影ありですね。トランプをつけてぶん殴って、なんとこれハンコンついてると。完結してる。そうですね。はい、マナコストも軽いということで、はい、おすすめでございます。なるほど。はい。こいつの未来はどうですかね、想像してみましょう。はい、こいつはですね、はい、とにかくライフゲインなんですね。ライフゲインのカードいっぱいありますからね。はい、でこいつはポイントとしては、はい、ライフゲインの点数そのものではなくて、いかに回数を稼げるかっていうことになってきますので、はい、結構特殊な構築を要求されることにはなります。なので正直、はい、今まですでに出ているカードの中でも、探し直すと思わぬシナジーあったりとかして、そういう部分は結構面白い統率者ですし、白黒でそもそもね、殴りジェネラルあんまりないですからね。確かに白黒でやってみたい、殴りジェネラルやってみたいっていう方はおすすめかもしれませんね。そうですね。はい。まあそんな感じで、はい、4体ご紹介させていただいたんですけども、はい、いかがだったですかね。大丈夫ですかね。ちょっとね、ベクトルがやや近い感は否めないっていうね。白黒はだいたいループするっていう気がほとんどだったので、似たようなカードが入ってくるかなと思うんですが、まあ、しかもそれぞれお互いにお互いの闘争者入ってる。まあシナジーがね、あるという感じになるんですかね。はい。まあでも他にも白黒でおすすめの闘争者ありましたらコメントしていただけたらありがたいですということで、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。